どうも、単独歩行者です。先日からの動画に続き、箱根ツーリングを楽しんでいます。以前、X にもポストしましたが、皆さん、こんな最高のスポットを私に内緒にしてましたね。そもそもそんなこと聞かれてないって思いました。まあ、質問したりはしていませんが、YouTube にはコメント欄もあることですし、おすすめのツーリングスポットや行ってほしい場所、やってほしいこと、乗りたいバイク等々、何でも自由にコメントしてください。ぜひチャンネル登録や X もフォローしてください。前置きが長くなりましたが、本日は芦ノ湖スカイラインを走りながら雑談をしたいと思います。話題はバイクでの楽しい速度域とバイク増車についてです。早速ですが、バイクでの楽しい速度域についてです。私は普段東京でバイクに乗ることが多いですが、近場で手軽に行けるアインリングロードがないため、一般道や高速道路を主に走っています。そのため今まで気になったことがなかったのですが、芦ノ湖スカイラインを走っているとき、あれ、なんだか楽しくないかもと感じてしまいました。もちろん自分の好きなバイクに乗り、道も走りやすく景色も美しい、文句のつけようがない状況なのですが、この道ではもっと高い速度で走った方が気持ちいいのではないかと考えると、小さなフラストレーションが積み重なっていきました。スピードが直接楽しさにつながるわけではないのですが、芦ノ湖スカイラインとパニガーレの組み合わせでは、高い速度域での走行がより楽しめるような気がします。スーパーバイクに乗っているのに何を今更と思うかもしれませんが、今まで道とバイクの相性を考えたことがなかったので、とても新鮮な気持ちでした。パニガーレに最も合うのはやはりサーキットかもしれませんね。そんなことを差し引いても芦ノ湖スカイラインは最高なのですが、一体どんなバイクならより楽しめるのかというところで、続いてはバイクの増車についての話です。増車については前々から考えていたのですが、そろそろ本気で欲しいなと思っています。しかし欲しいバイクが多くてもう1台デカティも欲しいし、レーサーレプリカも欲しい、旧車と呼ばれる部類のバイクも欲しいですね。ただそこまで何台も所有できるほどの財力はないので、厳選して1台を決めようという段階でずっと止まってます。今一番欲しいバイクは CB400 4なのですが、なんといっても値段が高い。私は 408cc のもので良いと思っているので、 398cc の国内仕様よりかは幾分安いかもしれませんが、それでも100万円は超えてくるのと、そこからのメンテナンスも考えるとかなりの値段になりそうです。またメンテナンスをしてもらえるお店を知らないので、少し躊躇してしまいますね。少し話は脱線しますが、私はあるモトブロガーの動画に影響されて免許を取りました。私の上げている動画はモトブログとは少し違う気もしますが、動画を見ている方が少しでもバイクに興味を持っていただけるよう心がけています。ですので、現実味のない値段だったりメンテナンスが大変すぎるバイクは興味を持ちづらいかなと思ったりもします。最終的には所持していて満たされるバイクを買うとは思いますが、 CB400 4だと100万くらいでギリセーフですよね。しかし旧車を買うとなると、信頼できるバイク屋さんとの付き合いが必須だと思うので、課題は山積みですね。皆さんからいただいたコメントを読んでいると、いい感じに考えが整理されるので、何かアドバイスがありましたら、ぜひたくさんコメントください。と、本日はこんな感じで芦ノ湖スカイラインを走りながらバイクについて雑談しました。この道は本当に走っていて楽しいので、別のバイクでも走ってみたいなと心底思いました。バイクを何台も所有するってなぜと思った時もありましたが、バイクは何台あっても良いですね。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画で。